どんぐりでマジでうまい麺料理を作っていきます。麺だよ、麺。完全に麺。はい、どうもチートンです。今日はベトナムフォーのような喉越しのいい麺料理を作っていきます。本来フォーは米粉でできてるのでトゥルンとした喉越しがあるんですけど、今日はそれをどんぐりに一手間加えることで再現していこうと思います。ということでどんぐりを拾っていく。ちなみに今日拾うどんぐりは普段皆さんが食べているすだじとかじゃなくて何でもいいです。渋かろうが何だろうが大丈夫です。というのも今回どんぐりに一手間加えることによってタンニンのことを全く気にしなくてよくなります。ただすでに1月なので拾えるどんぐりがかなり絞られてきます。だいたいね、コナラとかクヌギっていうのはこんな感じで虫食いなんですよね。これは僕の感想なんですけど、コナラとかクヌギはかなり虫食いが多くて、今の時期はねほとんど拾っても使うことができません。じゃあこの時期何が使えるのかっていうと、スダジとかカシの木のどんぐりです。マテバシはあまり虫食いがないんですけど、中身がカビてることが多いです。なので今日拾っていくのはスダジとアラカシのどんぐりです。はい、ありました。スダジですね。スダジのどんぐりはね、一見ねひび割れてるんですけど、これ中綺麗なんですよ。割ってみます。中身はこんな感じ、ツルッツルのピッカピカですね。いただきます。全然問題なく食べられますね。ただすだじは甘みはあるんですけど、生のままだとちょっと粉っぽいですね。でも噛めば噛むほどどんどん甘くなっていきますね。口の中ででんぷんが糖に変わっていくのを感じます。ということでね、すだじ拾っていきましょう。今日も山のビュッフェですね。めっちゃ楽しい。どんぐり最高。ちなみに皆さんは落ちてるどんぐりを口に入れるのはやめましょう。ネズミやタヌキ、アライグマなどの野生動物の尿がかかっているとレプトスピラ菌に感染される可能性があります。去年ね、沖縄県で70代の男性がレプトスピラ症を発症して腎不全を起こして入院したんですけど、3日後に死亡した例があります。ちょっと待って、ここめっちゃすだじ落ちてる。シーの実天国だ。すごっ。全部すだじです。うわ、夢のようなスポット。マジで拾い放題。マテバシーが混ざってますね。このお尻がちょっとくぼんだのがマテバシーの特徴です。ちょっと割ってみますか。やっぱちょっとカビてますね。マテバシーはやめておきましょう。今回どんぐりに一手間加えることによってかなり量が減ってしまうので、それを見越して大量にどんぐりを拾っていきます。めっちゃ時間かかりそう。ちょうど1時間拾い続けました。ここからどれくらいの麺を作ることができるのか楽しみです。今回はあとカシの木のどんぐりも拾っていきたいと思います。いやー、まだまだ大変だ。ありましたありました。今度は白樫のどんぐりですね。白樫のどんぐりは先端がポコッと出っ張っているのが特徴です。このどんぐりはかなり渋いのでそのままでは食べることができないんですけど、今回はね気にしなくていいので、この白樫のどんぐりたくさん拾っていきましょう。すだじよりは大きいから簡単に拾えそうですね。こぼした。最悪。やめてくれ。せっかく頑張って集めたのに。多分旗から見たら銀杏を拾ってるって思われてるんだと思います。花雲がいました。可愛いですね。お尻のところにまるでおじさんの顔のような模様がありますね。この花雲面白いのが、交尾をするとき、クモの場合は交接って言うんですけど、交接をするときオスがメスの体を糸でぐるぐる巻きにして動けなくした上で交接をします。メスをロープで糸で縛って交接するなんて面白いですよね。白樫のどんぐりも拾い終わりました。早速帰って調理したいと思います。帰宅。洗いながら選別していきます。割と優秀ですね。そんなに浮いてこなかった。この時にフラフラ浮いてくるようなどんぐりは流しちゃって構いません。お尻を立ててフラフラしてるのがありますね。ちょっと割ってみましょう。簡単に割れました。こんな感じ。やっぱり黒い。沈んでても結構ね NG 率あるかもしれないな。この後ね割っていくんですけど、どれだけ取れるか運次第なところもありますが、やっていきたいと思います。すだじも選別していきます。すだじもまあまあ浮いちゃいましたね。思ったよりも取れなかったかな。大丈夫かな。すだじも綺麗になりました。さあ行くぞ。ここから地獄の作業が始まります。一つ一つ殻を割っていきましょう。今回はこのどんぐりのでんぷんを使って麺を作っていきます。30分が経過しました。いや地道すぎる。30分でこれだけです。やっと剥き終わりました。一晩経ちましたが指の先がまだジンジンしてます。それと一つ悲しいお知らせがあります。なんと白樫のどんぐりが捨てられてしまいました。というのも昨日の夜のうちに白樫のどんぐりを少し剥いておいたんですが、中の色があんまり綺麗じゃなくって、どれだけ取れるかちょっと不安な状態ではあったんですけど、おばあちゃんがそれを色が悪くて使わないと思ったらしく捨ててしまいました。ということでですね、どんぐり拾うのめちゃくちゃ大変なのと、そもそもねどんぐりを生のまま剥くというのがめちゃくちゃ大変だったので、今回はちょっと悲しいんですけどすだじのどんぐりのみで麺料理を作っていきたいと思います。それとなんでどんぐりをいらずに剥いたかというと、この後このどんぐりを水の中で粉砕してでんぷんを抽出する作業があるんですけど、どんぐりをいって火を入れてしまうとこの後の作業ででんぷんを抽出することができなくなってしまうからです。一体何グラム取れたのかやっていきます。ざるのもみは抜いてあります。ドリア 495g。 ここから何グラムのでんぷんが取れるのかやっていく。それでは粉砕していきます。どんぐりをミキサーに入れて何回かに分けてやっていきます。そしてお水を入れていきます。どんぐりが浸るくらいのお水を入れたら蓋をして回します。3、2、1と
この時とにかくどんぐりを細かくすることが大事で、どんぐりの中に含まれるでんぷんを水の中にさらし出します。そしたら粉砕したどんぐり液を布巾か何かでこしてでんぷんだけを下に落とします。新年明けましておめでとうございます。この手ぬぐいの上にどんぐり液をこぼします。ドロッドロ。漏れないようにしっかり押さえてギュー。おー、出てる出てる。でんぷんは水に溶けないので、この水を放置することでボウルの底にでんぷんが溜まっていきます。そして渋み成分のタンニンは水溶性なので、沈んだでんぷんを残して上澄みを捨てることでタンニンを取り除くことができます。ただ今回使うのがスダジーでもともとタンニンが含まれていないので、あまり気にすることはありません。それとここに取り出したどんぐりのくずなんですけど、これまだ中にでんぷんが含まれちゃってるんで、後でもう一回水で洗って同じ作業をします。またこれを粉砕していきます。出てくる液体がね、半透明になるぐらいまでは繰り返してやった方がでんぷんが無駄にならなくていいと思います。まだまだ白濁した液が落ちてきます。この中にたくさんのでんぷんが含まれてるんで、1回の抽出だけでどんぐりの出がらしを捨ててしまうのはもったいないです。白さがなくなってちょっと半透明になってきました。これぐらいにしておきましょう。あ、なんか米粉みたい。米粉を触ってるような感触ですね。お団子できそう。一部お団子にしてみたいと思います。でそれも今日作る麺料理に入れていきます。楽しみ。沈殿するのを待ちます。上澄みがちょっと澄んできたので、上澄みを別のボウルに開けたいと思います。ゆっくりね、そこに沈んだでんぷんがかき回されないように。いい感じ。どんな感じかな。おお、片栗粉だ。片栗粉になってる。一応ね、上澄みからもまだでんぷんが沈むかもしれないので、別のボウルに開けてこれも放置しておきます。でもしっかり沈んでるな。これいい感じだ。できた。何グラム取れたのか測ってみましょう。お皿の重さは抜いてあるので 80g 取れました。 495g のどんぐりの中身から 80g のでんぷんが取れたということは、約16% 抽出できたということになります。ただね、ちょっと水分がまだ残ってるので約 15% 弱というところでしょうか。しっかり取れましたね。そして片栗粉で面白い現象といえばこれですね。ギュッと圧力をかけるとまるで固体のように振る舞うんですけど、圧力を抜くと液体のように振る舞います。この現象をダイラタンシーと呼ぶんですけど、片栗粉が細かい粒子であることと水に溶けないという2つの特性から発生する現象です。ちゃんと片栗粉だ。それではこの片栗粉を使ってベトナムフォーならぬどんぐりフォーを作っていきたいと思います。それでは調理していく。まず最初に少量のでんぷんを熱して海苔にします。でんぷんの量があんまり多くないのでこんなもんでいいでしょう。麺の生地を作る時のつなぎのような役割になります。このまま温めちゃうとちょっとダマになりやすいので少し伸ばしておきます。ファイヤー。ゆっくり加熱していきます。とにかくダマができちゃうとね、うまく麺が成形できないので、ダマができないように海苔を作ります。いい感じに海苔になってきました。はい、できました。でんぷんの海苔が完成しました。混ぜやすい器に移動します。ここにでんぷんを加えていきます。今作った海苔がつなぎになって麺を成形しやすくなります。いいかもしれない。テストしてみます。今回麺を成形していくのはこれです。でん、上後。これにどんぐりの生地を入れて穴を開放するとどうなるか。はい、落ちません。まだ硬いね。この穴から落ちるぐらいの柔らかさにしていきます。いい感じのとろみになりました。これをもう一回テストします。途切れることなくとろーと出れば成功です。それ。お、いい感じ。それでは早速麺を成形していきます。ファイヤー。それではどんぐり麺を作っていくんですが、ここで失敗すると今までの努力が全て水の泡となります。緊張の瞬間です。それでは運命の瞬間。3、2、1、いけ。切れないように気をつけながら、もうちょい頑張れ。いい感じ、いい感じ。麺ができています。くっつかないようにできるだけ同じところを回さないようにやっていきます。おー、めっちゃ作れてるんじゃない？もうちょっとで終わる。終わったかな？いいでしょう。あとはこれを 2,3 分茹でてしっかりでんぷんを固めていきます。なんとかなってるかな？この後冷水に入れるんですけど、その中でほぐしましょう。ここでほぐすとなんか危険な気がするな。お、麺が踊ってる踊ってる。いや、できてるんじゃないこれ。冷水にあげましょう。うわ、ちぎれそう。ちょっとお湯を捨てて、このお湯ごと冷水に入れちゃいましょう。麺が落ちないようにお湯を捨てて、よいしょー。できてるできてるできてるよ。ほら、麺じゃん。麺できてるできてる。おお、ちょっと中でねほぐしましょう。割り箸でやるとなんかちぎれそうなんで手で優しくやっていきます。これほとんど一本麺なんで少し切れてもいいと思う。あ、冷水に入れて締まってきた。いいじゃん、どんどん締まってきた。しかもいい感じの縮れ麺。それじゃあ早速スープ作っていきますか。今作った麺はざるにこしておきます。
ほら見て、麺だよこれ。麺ちょっとね、水を切っておかないとでんぷんがどんどん水を吸ってふにゃふにゃの麺になってしまうので、揚げておきます。その間に、あ、そうだ、お団子作るんでしたね。どんぐりの出がらし、これをねお団子の形にして沸騰したお湯に入れていきます。どんな感じになるのか楽しみですね。そしたら今からスープを作っていきたいんですけど、このお団子おそらく1時間ぐらい煮込まないと中まで火が入らないので、これはねちょっと別のところで火をかけていきます。そしたらね、今日使っていく家の片隅に僕が植えている伸びる、これをちょっと持っていきましょう。いい玉ができてます。よいしょ。オッケー。伸びるゲット。続いてニラです。ニラもちょっと持っていこう。ニラはね葉っぱだけ収穫していきます。ニラゲット。はい、ということでどんぐりフォーのスープを作っていくんですけど、フォーは牛だしがメインで好みに合わせてハーブやスパイスを加えるんですけど、今日使うのはだしだ、アライグマのお肉、醤油、塩、ごま油、伸びるとニラです。まずはアライグマのお肉を薄くスライスします。いい油。先日芸能人の格付けチェックでアライグマのお肉が米沢牛との比較で出てたんですけど、結構間違えてる人いましたね。アライグマのすき焼きと米沢牛のすき焼き、結構間違えていました。ご存知ない方も多いと思うんですけど、アライグマのお肉って結構美味しいんです。確かに牛肉に近い味はしてるんですけど、アライグマ独特の旨味とコクがあります。使う分だけスライスして残りはまた冷凍します。これがアライグマのお肉です。まさにこの場所で採れたアライグマのお肉なんですけど、お肉美味しそうでしょう。今回は牛肉の代わりにアライグマのお肉を使っていきます。でこれまだキンキンに凍ってるので、このまままた冷凍しておきます。それでは早速スープを作っていきます。お酒を少々。お湯がふつふつしてきたのでアライグマのお肉を入れます。うまそう。アライグマのお肉の脂は癖がなくてほんのり甘くて美味しいです。とはいえオスメス個体差とか調理法によってもその味は変わってくるので、一概にアライグマのお肉が美味しいよって言ってしまうと失敗する方もいるかもしれないんですけど、基本的には美味しいお肉だと思います。アクが出てきたのでアクを取り除きましょう。これはね丁寧にやった方がいいです。ジビエを美味しく食べるためにはこういうきめ細かさが大切になってきます。ちなみにジビエ全般に言えることなんですけど、ジビエには菌やウイルス、寄生虫のリスクがつきまといます。アライグマも例に漏れず、アライグマ海虫や狂犬病、レプトスピラ症など様々なリスクがあるので、必ず肉の中心まで火を通して食べるようにしましょう。アライグマのお肉が一煮立ちしたのでダシダを入れます。ダシダは牛だしのスープでめちゃくちゃ美味しいスープです。概要欄にリンク貼っておくので興味がある方は見てみてください。そして醤油を一回し、ごま油はお好みで、お塩を一つまみ、そしてお庭で採れたニラとノビルを入れていきます。一煮立ちしました。めちゃくちゃいい香り。どんぐりフォーとは関係なくだしだとごま油がめちゃくちゃいい香りしてます。そしたらね、ここにどんぐり団子とどんぐりフォーを入れます。おほほほ、見てこれ、完全に麺だ。森の恵みに感謝していただきます。いただきます。うめえ、喉越し最高。マジでうまい。合う。このスープとどんぐり麺最高に合う。もうちょっと水分少なめにして麺を茹でられればもうちょっともちっとした麺になりますね。このスープの出汁も最高にいい。ちゃんとスープにアライグマの出汁も出てます。それではアライグマのお肉もいただきます。うまい。アライグマの脂は口の中にこびりつかないですごく軽いです。うまい。どんぐりの麺うまいですよ。よく噛み締めると優しいどんぐりの香りがしています。うまい。優しい森の味です。うまっ。この透き通ったツルツルの麺、トゥルントゥルンです。今回白樫のどんぐり捨てられちゃったんでチャレンジできなかったんですけど、タンニンの入っているどんぐりをタンニン抜いて、そしてね今回のこの水っぽさを克服した美味しいどんぐりフォーをまたいつかチャレンジしたいと思います。あ、忘れてた、お団子入ってるんだ。いただきます。なんだろう、普通のお団子よりもホロホロホロって崩れますね。お団子のようなクニクニした感じはなくてホロホロホロっと崩れます。こんな感じなんだ。麺よりもどんぐりの香りが強くて優しい味ですね。土臭いとか木の皮の香りとかそういうことじゃなくて、どんぐりのいい香りです。めちゃくちゃ美味しいかって言われるとそうではないんですけど、素朴で癒される、そんな味です。いやでもね、トータルめちゃくちゃうまい。ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかったです。今回どんぐりのでんぷんを沈殿させることで抽出したんですけど、このやり方はいろいろな穀物で応用できるので、興味のある小学生の皆さんは今年の夏休みの自由研究でやってみてください。大羅端子現象を見るのも楽しいし、こうやって麺作りをしたりお団子作りをしたり、それをね夏休みの宿題にして先生に提出すると先生も驚くと思います。ということで今回の動画が楽しかったという方は高評価ボタンを押してお友達にも拡散してください。今後もこの動画を見たいよという方はぜひチャンネル登録をしてお待ちください。バイバイ。